にちは。今回は先週第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。大胆な告白きた。大胆な告白。これで闇落ちするのかな。なんで髪上げてんだ。そういえば振られて闇落ちルートなんじゃね。今時珍しいくらいストレートに。頬を赤くしてるから性的です。自分にキャラ透かせるとかあんのかな。声優に相手にされずに闇落ちしてもいいよね。頬を染めちゃってこれは性的ですよ。初恋のネタができたからもう現実に帰れるな。頭おかしなるで。何回言うねん。好きだ BOT。 どういう顔。何回言うねん。私だ、ドッピオ。ドッピオ。今流行のアベムジカと同じだ。壊れた監督はこうなるのか。総集編はもう嫌だ。監督が作品ぶん投げたぞ。総集編も作りません。死んだ人間が現実逃避ってすでに現実じゃないし。ムジカのモーティスちゃん、まさか演技だったとはな。ダダこねていいっていいところかわいい。創作物のキャラと恋愛って冷静に考えてヤバいものな。意味のない妄想みたいなもの。まさかの温泉会。ニヤニヤ。温泉会といえば混浴、みんな知ってるね。薄い本が熱くなってまいりました。異世界秘湯ロマン。おっぱい結構あるやん。輸入人気なの。なんでここ作がカロリー上げてるの。今のはお前以外いないって解釈できる。タイトル回収。夏子って恋愛感情や羞恥心あったんだ。ガンダム。ガンダム。ガンダム来た。なんだと。ガンダム来ちゃったよ。ガンダムアウト。しゃ。ブームに乗り上がった見事すぎる。いろいろと危なそうなのが出てきた。最終回。たかがメインカメラがやられただけだ。普通ジオングラスやな。アムロはロボットの概念あんのか。追いハゲにとかとたんだろうな。ガンダムはやっぱり来るよな。ガンダムならやれるはずだ。ラストシューティング。こんなアニメ全集してやる。ガンダムだって怪獣退治はやったことないからな。ないっけ。これは完全にビグザム戦ではないか。ガンダムの最終回。ジークアクスといい、キャットを人間って呼んでえといい、昔の作品のオマージュが多すぎ問題。トゥンク。トゥンク来た。お前がトゥンクするのかよ。初恋来た。最後は現実世界に戻って初恋のスランプ脱出って流れなんかね。まあそうやな。出たー。全力告白ギリ。トゥンクってなんだよ。初恋知っちゃった。トゥンクするんかい。ルークじゃなくてトゥンクかよ。やっと自覚したけど、この後どうなるんだ。監督倒して現実に戻って初恋作って終わりだな。やっぱりいいアニメだよなこれ。ほんとここまで見続けてよかったわ。まあ最近の人はアニメキャラが初恋の人ってのも多いからな。あ、土井先生が多いらしい。こいつらガンダムしたんだ。ガンダムつながりで G ガンダムみたいに告白したな。ガンダム見ていない一旦オタだからガネた一切わからん。ファースト劇場版3部作から順に履修な。俺も初代見てないけどスパロボや G ジェネとかで補習したからわかる。トゥンク今季流行ってんな。やはりこれパロディ以外は女性向けだな。これ最終回は間違いなく関原ブラブ天狂犬だよな。バルスかもしれん。一番作画に気合入ってたんじゃないか今回。お前らが最後にトゥンクしたのいつや。出来の良いオリアにはいいね。原作中の出番がないから。マクロス、ガンダム、これはヤマトもあるな。初めて知ってるオマージュだった。ガンダムが来るんだったらヤマトの波動砲もありそうだな。いよいよ初恋か。別れが余計に辛くなるやつ。このアニメは夏子がトゥンクを知るための物語なのか。まあそうだな。ティザー PV が出た時から言われてた。初恋知ったし現実に戻っても大丈夫だな。あかん、来週ルーク死にそうやん。勇者ってパロは何だろ。勇者ってことは来週はサンライズか。サンライズパースで体験構えてほしい。
勇者ってタイトル不穏だよな。呪いの役職だし、勇者としての選択をして最悪の展開来そう。それで闇落ちして鳥がだから言っただろうって言いそう。鳥監督普通に喋れるのな。夏子の谷間いい。夏子はマルタイ結構あって興奮したわ。こんなん泣いちゃうよ。ついに夏子にトゥンク来た。今回はいろいろ盛りだくさんで面白かった。バンクの服装がちゃんと変わってたのはポイント高い。そこ手を抜くこと多いからな。次回勇者ってことはガオガイガーかな。ビームを防ぐって言ってたからエヴァの AT フィールドが出てくるかと思った。なんかどんどん面白くなってる。これで夏子は恋を知って現実に戻って描くのかな。鳥監督はラスボスって感じではないな。どう折り合いをつけるのか。鳥監督を思ったよりコミカルでノリのいいキャラだったな。夏子にちゃんとサインあげるし。自分が好きなアニメ作品に転生してお小遣いはたいてラミカと抱えまくった推しキャラが好きだ言ってくるなんてツンクしないはずがない。10代の頃の寝る前の妄想が現実になるんだもんな。いいな。エスカフローネ路線は1話の時点で予想されてたしな。面白いわ。そろそろ結末もいろいろ考えちゃうけど、どう裏切ってくれるか楽しみにしてる。これで夏子は初恋を知ったってことでいいんすよね。あれだけトゥンクカツアでしてたのに。アニメにときめいてを描きまくっていた頃の心をあの頃知らなかった恋を通して取り戻すということかな。惰性で仕事してたもんな。ある意味では確かにルークの終わりのエピソードだった。みんな思ってたガンダムもそのうち来るんやろな。お、一切裏切らなかったのほんと偉いよ。そこはひねらなくていいとこなので。ガンダムというよりはバオアク。2人の距離が縮まる。しかし見てる側からすると決して交わらない切なさがこみ上げてくる。非常に美しい構図だ。アニメキャラに初恋する物語でした。これで現実世界に帰りづらくなったような。子供の頃に出会ってからずっと好きなルークと波乱万丈な日々を共にして、これだけ盛大な告白を受けるまでしないとトゥンクを得られない夏子さん。この経験がなければ一生トゥンクすることなかったのかもしれないな。地味にタイトル回収。現実に帰るのを匂わすってことは帰るのかな。死んでると言ってたけど、ルークと恋愛始まりそうだったけど、まさかそういう展開になるとは思わなかった。帰る帰らないとか物語の結末変えられないとか含めて最後どうなるのか気になる。ラストシューティングをルークの剣で再現。自分の殻に閉じこもってる夏子には強引に踏み込んでくるルークが良い感じに刺さって、ルークの運命が変わらないとは鳥監督の段ですが、運命が変わらなくてもルークの心境が全然違うとかありそうですね。今までなあなあにしていた映画の世界って話、ようやく本気で向かい合う時が来たな。謎バード、鶴山監督かなと思っていたけど案の定だった。夏子、ついに落ちてしまった。来週からは滅びゆく物語はラブコメとなり、タイトル詐欺アニメになります。監督とはあっさり会話できたし、サインくれるのも普通に良い監督だなとか思った。前に言ってた温泉がここで出てくるのも良かった笑い。幻想的で雰囲気めちゃいい。生まれた時から一緒だから親友超えて家族認定されてるの。よかったねユニオ。トゥンク後の展開、ますます気になる。ガンダムみたいなのが出てきたと思ったら、絵コンテ演出に機動戦士ガンダム、ククルス・ドアンの島で副監督、絵コンテ演出を手掛けたイムが悲惨じゃないか。変身バンクス足だった。鳥監督にサインもらう夏子も告白しまくるルークも見守るユニオもジャスちゃんも皆愛しく思ってきた。そして温泉デートからのガンダムからのトゥンク、夏子戻るのか、このお話自体が新作映画なのか、いろいろな展開を想像してしまう。これだけ作画にこだわっているアニメだから全てのカットに意味がある。最初は髪の毛で顔を覆っていて心を閉ざしていた夏子がだんだん素顔になって、予想外の恋の告白への混乱で心に壁ができたら髪で覆ってまた顔が出てくる。こうなるとストーリーの着地点気になるね。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。
感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。